こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。さて今回はマジェスティ125カーボン紙&パイロットスクリュー調整編。それはある朝仕事に行こうとエンジンかけて暖気していたら突然止まった。再びセルを回したら軽い音。再始動せず。そしてパイロットスクリューの調整もやります。最後までゆっくりしていってね。突然エンジンが止まったと思ったらセルモーターが軽く空回りしている。これもコマ J あるあるの一つです。特に台湾ヤマハ系に多いらしく、これで2回目なので原因は分かっています。一応セルよりも指導性が高いキックでもやってみますが、スカスカで抵抗がありません。軽度なら復活することもあるそうですが、エンジン始動の3大要素、正しい電気、正しい燃料、正しい圧縮の感覚がないのは明らかなのでやるまでもないのですが、一応やります。1、正しい電気。キャブから燃料ホースを抜いてセルを回して不圧コックの動作確認。ガソリンは正常に来ているようです。マニホールドに直接ガソリン投入。本来圧縮が正常ならばかかるはずなので、かからないということは逆に今回の不動原因は燃料系ではない。というわけでカーボン紙の可能性大。カーボン紙とは燃料の濃い状態による燃えかすがカーボンとなってシリンダー内に蓄積し、ふとした拍子に剥がれ落ち、排気バルブの隙間に挟まることで正しい圧縮が行えず、パワーダウンやエンジン始動が困難になる状態。排気バルブにアプローチするためエキゾーストマフラーを外します。バイク屋さんに修理をお願いすれば完璧な仕事のためエンジン分解、高額修理になる可能性はあります。そこで自分でお手軽復旧させます。せっかくだから中を見てみましょう。リアルレンズファイバースコープカメラ。プラグホールから入ります。シリンダーやピストンにカーボンの堆積もオイルスラッジも見当たらず綺麗で問題なし。しかし問題はヘッドとバルブです。そこでサイドカメラに切り替えます。今何か挟まってた？一部剥がれ落ちたカーボンが排気バルブの隙間に挟まれて完全に密閉できず圧縮が抜けている。
今度はマフラー側から入ってみましょう。排気バルブが真ん中を通っています。残念ながらこれ以上は進めません。マグネットカバーを開けてフライホイールを手で回して排気バルブを動かしてみます。この状態でアプローチしていきます。それでは作業開始。呉工業さんのエンジンコンディショナー。プラグホールからコンディショナーをシリンダー内に注入しています。できればバルブを少し開けて注入。よくなじませて溶かしていきます。プラグホールからも見てみましょう。カーボンが溶けているのがわかります。サイドカメラに切り替えます。シリンダーヘッドの様子です。近すぎてピンボケですが、少しずつ溶けているようです。プラグを元に戻し、マフラー側から噴射していきます。泡となって張り付いてとどまり、ゆっくりとカーボンに染み込み溶かしていくイメージ。シリンダー内から排気バルブを抜けて挟まった固形物を洗い流します。キックをゆっくり踏み込みながらクランクを回してコンディショナーを排気バルブに向けて噴射。優しくキックペダルを踏んで足に圧縮の抵抗が戻ってくるか感触を確認しながらゆっくり踏み込み、さらに繰り返し噴射。バルブとバルブシートの間に挟まったカーボンを溶かし吹き飛ばすイメージ。圧縮の戻ってきた音がしてきました。あともう少しです。バルブの隙間からシリンダーに入ったコンディショナーが泡から液体になり、ウォーターハンマー現象を起こすので、大量に入れたままセルを回したり、勢いよくキックを踏むのは避けます。空気は圧縮されますが、液体は圧縮されないのでエンジンに負担がかかってしまいます。足に伝わる抵抗とこの音が合図です。
に感じるキックの硬さ最大値を目指します。もうそろそろ良さそうかな。そしてこれが今回の廃液です。洗い流されたカーボンです。そして意外と大きめの粒がゴロゴロ。おそらくこれがバルブに挟まって悪さをしていた張本人です。そして作業後の状態です。排気バルブもしっかり閉じています。バルブ表面もきれいになりました。ヘッド側は取り切れていませんが、定期的に繰り返すしかないでしょう。今回は圧縮が戻ったのでよしとします。それではエンジンをかけられるようにマフラーを戻します。よし、OK。セルを回してみましょう。シリンダーに残った廃液を排出するため、車体を起こしながらセルを回してます。なかなか来ないな。もう少しだ。頑張れ。アイドリングも超安定しています。センタースタンドを立てて空ぶかし、残っている洗浄剤を燃焼させます。しばらくすると匂いも煙も収まります。大成功。毎度おなじみの青い缶、和光ケミカルさんのフューエル1。エンジンも復活したということで、カーボン対策として入れておきます。エンジン内部の洗浄成分 PEA が入っていればメーカーは問いません。満タン6リットルに対して 1% 以内、50から60ミリリットルということになります。難燃性なので入れすぎるとかぶります。必ず容量を守り継続して入れます。即効性はないですが、徐々にきれいにしてくれるでしょう。VMAX さんからガソリンを少し頂戴し、よく混ざるように後からガソリンを入れて確実に満タンにしておきます。
OK。パイロットスクリューの調整をします。パイロットスクリューとは、キャブ車において主にアイドリング時に影響を及ぼす混合機の量を調節します。マジェスティ125の場合、パイロットスクリューはスロットルバルブよりエンジン側にあるタイプ。エアと燃料がセットなので、右に回して薄く、左に回して濃くなります。エアクリーナー側にある場合はエアスクリューと呼ぶこともあり、エアのみの調整で戻しの効果は逆になります。調整中のエンジン回転を安定させるため、アイドリングは少し高めにして、まずは十分に暖気もしておきます。右いっぱいに回して前傾にします。左に回していき、アイドリング回転数が高くなる場所を探ります。一番手前にマジックで印をつけます。これを目安に左に回していきながら、回転数の変化に耳を澄まします。下がる一方、もう一度初めからやります。右に回して前傾状態です。印を目安にまずは3回転戻します。ここからシビアに詰めていきます。持っているサービスマニュアルによると、右回し前傾後の左戻し回数は規定値通り
下がった。上がった。3プラス2分の1で確定します。カーボン対策で薄い方に寄せました。確定したのでアイドニングを下げます。完了。圧縮が戻った後でピンマニに直接パーツクリーナーを注入してみます。洗浄ではなく疑似燃料でのテストです。かかります。お次は潤滑スプレークレ556。かかります。もちろんガソリンでもかかります。何が言いたいかというと、圧縮さえあれば何でもかかる。なんちゃって。最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、コメント、評価お願いします。